今日も始めて、参ります。スーパー、オズ対戦 F、第30話、コロニーの、半落マップで、ござりまするぜ。本筋では、本米にて、トレイズ準将の、乗る、戦艦を無事、守りきったロンドベル隊は、ダカールで、ティターンズ本隊と、合流する予定の、トレイズ準将を護衛し、送り届けるまでが、任務になるようです。そして、合流ポイント近くまで、やってきた。トレイズ準将と、ロンドベル隊でしたが、合流直前で運悪く、敵と遭遇してしまいます。どうやらそれは、ポセイダル軍ではなく、ゲスト軍だったようです。今回のトレイズ閣下は、ダカールは、目指しませぬが、ティターンズ本体の背後を、脅かすゲスト軍を、撃滅するのが、このマップでの、目的です。終艇です。んで、今回は、F 前では、最後の、登場となる、キャンサー君を、川に放流してありますよ。で、我が、スパロボ F 世界の、前半戦では、ゲームバランスを崩している、ライグゲイオスなる代物は、存在しないことにしてあるので、今回は、ライグゲイオスじゃなかった。ライグゲイオス以上の、スペックの、ゲスト軍の、ユニットは、まだ、存在しないことにしてあるので、例のごとく、ゲイオスグルード君に、入れ替えてありますよ。あしからず。そう、なんちゃってキャンサー君の、スタート位置が、だいぶと、本体と離れた位置から、スタートしておりますが、端と端に囲まれた、位置からしたら、もしかしたら、イケス状態になっちゃうんじゃ、ねえかなと、危惧いたしまして、あのようなところから、スタートさせました。実際のところは、全く問題、ナッシングでした。それどころか、陸は行けるわ、空は飛べるわで、なんでもありの、はちゃめちゃな仕様になっております。あ、そう、それと、我が軍には、最弱連邦兵軍が、数名、存在しているのですが、彼らがちょくちょく、インターミッションに行くと、レベルが0になってたり、出撃前の選択時に、これまたレベルが0になってたりと、ここ最近、手間なことが多く、ありまして、打開策として、色々手を加えて、おるのですが、その中の一つに、精神ポイントを、固定するという、行動も、含まれておりまして、最弱連邦兵軍の、精神ポイントが、全く、減りません。ここいらから。だから、自分で気づいた時は、使用を控えておりますが、たまに、精神ポイント以上の、ポイントを、使用している、ことがございますが、最弱連邦兵軍なので、ご理解をば。いいねいいね、キャンサー君が、活躍してくれておりますよ。毎度おなじみ、アスゲンです。どんどん行けー。スパロボ F 世界で、勝手に、誠に勝手に、総活躍社会を目指して、頑張っておりまするよ。早くも死にかけ。ちなみにキャンサーは、スパロボ F には、登場しませんので、バルバロ君で、代用いたしておりまする。ご理解をば。というわけで、始まって、いきなり帰還です。参りましたよ。ナイクリ。あ、そう、説明したっけか一家どっちでも、今回も、敵方の追加配備、行いましたよ。どうせ、ゼブ君とセティちゃんは、途中で、逃げ出すので、我が軍は、相手するつもりは、ございませぬ。なので代わりに、彼に来ていただきました。改造段階は、1です。前回は、アデレイド基地で、無改造のやつを、倒しました。そう、あいつです。ついでにレストグランシュ君も、追加配備しました。こちらの改造段階は、忘れました。多分、4か5です。現在、マップ右上にいる、レストグランシュ君よりか、強い仕上がりになっております。間抜けめ、トールギスにかかってきよった。
まんまとは何、ハマりよったな。そう、あのボスとやり合うまでに、ゼクスには、気力を十分、上げといてもらわねば、なりませぬぜ。こちらは、まずは、ダメージ覚悟で、エアリーズ君に、仕掛けさせますぜ。2000、やるなかレイツェド。まず1機。次は、部隊を左の端の、方へ、展開させていく感じです。これは、ゼブセティが来た時のことを、見据えての動きっす。そしてトールギスには、ブラシドリ2機の懐に、飛び込んでいって、もらいまするぜ。ナイクリゼクス。ギリギリ、ゲーグルの攻撃は、届かないのよね、この位置。しめしめ、バルカン攻撃じゃ。これでまず、一歩振った。もう一丁懲りずに、バルカン攻撃。またもう、クリティカル。ついでにお前も、仕留めてやるぜ。無能な。悪い、死んでもらおう。バカ。作戦大成功。お前も来るのか、カレーけど。よしよしこれで、どんどんゼクスの、気力が、上がるってなもんだ。もう、入れ食い状態。もうすぐでー。完結編に、移行でけるー。苦しい。誠に苦しい。前半戦を、乗り切れば、高価なモビルスーツが、オズには待って、おるのです。だから、頑張れアスゲン。さあさあ、削られたエアリーズ君は、早めに、帰還です。本来 F 前では、登場しないトレイズ、レディアン、ドロシーの、お三方は、精神コマンドを、有しておりませぬのよ。当てたー、やるーかレイツェド。だからここまで、ゼクスとノインの、精神コマンドのみで、やってきたので、ござんすよ。我ながら、今振り返ってみても、よくやってきたもんだと、感心しております。だって、挑発はないし、脱力はないし、何より、ひらめきも、ど根性も、ないんだもの。51? でも、幾度となく、我がオズに襲いかかってきた。オペレーションメテオ組の面々も、時には、目的を同じにし、敵を殲滅するような、あくまで、するようなですが、活躍を見せてくれました。よしよし、面倒なカバオくん2機は、無事撃墜できました。動き出してきたぜ、ゼブセティ。途中で、わけのわからない理由で、一般兵を、ほったらかしにして、自分たちだけ、退却するような、あんた方とは、やり合わんぜよ。逃げるが勝ちじゃ。下方向に、敵増援が、現れるので、ひとまず、南西方向に、我らは、逃げちょります。諸事情あって、敵増援出現後に、敵方の追加配備を、行うつもりなので、いきなり戦闘になるのは、避けたいからなんですよね。ご理解をば。さあ、ロフ君一味の、登場です。これはまだね。この後、追加してます。こっちは、
皆回復させたから、万全の体制で、臨んでやるぜ。次回マップは、かなりの修正を、強いられております。途中何度も、どうしようか思案して、なんとか必死に、戦っておりまするので、次回マップも、こう、ご期待です。ね、増えてるでしょ。一番下の2機。ケーブルとレストブランシュ。あれが追加配備組です。ここからは、慎重に。あんまし深入りすると、エアリーズが、1機ずつ、集中砲火、食らうだけなので、まずはギリギリ、やり合える場所で、待機させます。なんちゃってトーラスは、最前線に、出したいけど、射程が、5しかないから、出したくても、出せないんだよね。まずは、先制攻撃仕掛けます。これでエアリーズは、集中砲火を、食らわない。さあもそっと、近づいて、来い。あそっか、ひとまず言い訳作って、逃げるみたい。バイバイキーン。もらった。2000、やるー。よしよし、気負った気負った。やっぱトールギスで、一気倒しておいて、正解でしたな。トールギスに来たか、その心意気は、買ってやる。貴様の実力はその程度か。お前は知ってるそこまでだ。な、バカだ。そこだ。よし、思惑通りじゃば。見つけ止めだ。さあ、ここからよ、問題は。あ、こいつだ。精神ポイント固定パイロットは。まずは水中から攻撃します。多分反撃できないからね。お次は射程後のなんちゃってトーラスで。こいつは。さあ、楽しませてくれよ。そんな攻エク撃では当たセレント、ってやるわけにはいかんな。閣下。続きまして特査、お願いしやす。ナイクリ。くらえ。遅い。これまたナイス。幸先が、ようござんすね。これであとは、エアリーズが落としていけば、いいのだ。次。やられたなと。じゃあここいらで、ロフ君と、決戦と、しゃれ込みましょうか。まずは、ゲーグルの弱点となる、近接戦闘から幕開けです。4000、ゼクスやるー。のどこだが、運がなかったと思うのだな。ダブルキャノンなど、かゆいかゆい。もらったな。やってくれたな。66か、ちょっと怖いな。よく当てた。キャー、でもダメージ、強烈じゃね。やっぱ、レストレイル以上のユニットになってくると、エアリーズでは、きつくなってくるぜ。なので、次のエネミーフェーズを、耐え忍ぶために、落とせるカレイセドは、落としておきましょい。やられただと。
よしこれで、カレイテドは、全滅したよ。ぐぬぬ。耐えろ、多分無理じゃけど。次は、隊長クライスと狙われた。耐えろ。一か八か、かわしてくんろ。ナムさん。よし、カバオは、こっちに来た。私に戦いを挑む。お前は初戦そこまでだ。ナイクリ。耐えろー。よし。もう一丁だ。振り散かられちまったぜ。ドロシー軍は、反撃させます。そうよ、本気でかかってらっしゃい。私は遠慮はしなくてよ。よーし、反撃です。我がオズには、まだ、あれが残っている。ああ、69波を、避けやがったー。べらぼうめ、許せん。ドレーズ様の国。さすがはこれでとどめだ。ダメだ。お相手させてあげてよ。ナイスリ、ドロシーちゃん。少しはやるようですね。気にせず、イケイケどんどん。さすが最弱連邦兵、攻撃力が、泣くほど弱い。とにもかくにも、よく生き残った、これ大事。63、微妙。腹立つのり。よく当てた。やればできる子 IDK。さすがにできるな。こちらトールギスは、熱血で一気に、肩を、つけに行きまする。お前は初戦そこまでだ。見えたー。これでとどめだ。恐るるみたらず。そしてここで、愛、発動です。んで、残しておいた、死にかけレストレイルの、とどめオバ。これでとどめだ。なんだと。残るは6機。強力なのがね、6機。その部分だが意味はなかったと思うのだな。ドライバーキャノン、いかついぜ。こらえてくれー。よし、わずかに残った。けど、そりゃ、無理じゃて。どんどんお仲間が、減らされていくー。しかし、ドロシー城は、これ以上狙われないから、反撃させるぜ、やってやれ。お相手して差し上げてよ。差し上げたー。これでとどめだ。一撃で、半分強だもんな。また外れた。よし、痛みに耐えて、よく残った。感動した。ひとまず、回復させたら、レストブランシュの射程から、外れる場合。こいつも、外れる場合。上の2機は、次のエネミーフェーズを、移動に、費やさせるつもり。うまくいくかな？よーし、レストレイルを沈めておくれ。ドロシー城。しまった。直撃だ。
次は、閣下にお願いします。レストブランシやっつけて。なんだと。これでマップクリアが、見えてきたかも。そして、ライトニングバロンよ。ゲーグル沈めて、おくんなましい。俺の命運もここまでか。そう、前回も、説明いたしましたが、今後、ロフ君には、完結編で幾度となく、登場してもらう、予定です。あくまで予定ですが。まだ、やられたわけではないわ。よーし、思惑通りじゃが。本筋では、無事、ゲスト軍を撃退した、ロンドベル隊は、ティターンズ本体に、とりあえず勲章を、送り届け、その任務を終えます。その後、任務を終えたロンドベル隊に、衝撃的な一報が、もたらされます。臨時ニュースで、コロニー側は、コロニー連合を、設立し、旧連邦に対して、独立を宣言した、と表明したようです。そんな折、開始伝が、今回のコロニー独立騒動の、ことについて、話したいことがあると、ロンドベル隊に、接触してきます。会の見解では、DC のハマーンが、裏で、操っていると、見ているようですが、ゲストポセイダル軍を、地球から追い出すために、ティターンズ本体が、地球へ降下した、このタイミングに、合わせての、コロニー独立騒動なので、小生の見解では、本当の黒幕は、シャピロじゃないかと、思っております。それについて、語られることはないので、真相は、わかりませんが、ハマーンが操っていた節も、見当たらないし、シャピロが、内輪もめの工作として、何らかの手を、打ったはずなのに、それが詳しく、説明されていないので、本当のところは、わかりませぬ。あしからずです。てめえ、また余計がったな。さあ、それでは、そろそろマップクリア、できそうです。次回は、地味に難しい、ロンドベル、空へ、マップになります。オペレーションメテオくんも、登場します。ですので、そちらでまた、お会いいたしましょう。グッバイサンデー、また来たチューズデー。